こんにちは、つんです。今回は薬味で食欲アップ、フライパンで塩サバを焼いて OK、気分に合わせて食べ方いろいろ塩サバまぶしをご紹介します。早速ですが、この暑さで食欲がなくなったり、ご飯を作るのが億劫になっていませんか？そんな時は塩サバまぶしを作って無理せずにこの時期を乗り切ってみませんか？塩サバまぶしの食べ方。その1、塩サバに黒七味をかけて一緒に食べることでピリッとした辛さがアクセントになって食欲が増します。その2、大葉やみょうがなどの薬味を使うことで魚臭さが軽減されて食べやすくなり、また大根おろしのおかげであっさり食べられます。その3、最後はお茶をかけることでお茶漬け感覚でさらっとお召し上がりいただけます。お茶は温冷常温、お好きな温度でお召し上がりください。今回のポイント1つ目、フライパンでサバを焼く。魚焼きグリルの準備、後片付けが面倒なのでフライパンを使ってサバを焼きます。また小麦粉をまぶしてから焼くとサバの皮が剥がれずにきれいに焼けます。ポイント2つ目、フライパンを温めてからサバを焼く。フライパンを熱した状態で焼き始めることで皮がパリッときれいに焼けます。また蓋をすることによって短時間で火が通るのでおすすめです。ポイント3つ目、サバをほぐす際は骨に注意してなるべく粗めにほぐす。骨を取り除くことが第一優先ですが、少し粗めにほぐすことで食べ応えや具材感がアップするのでおすすめです。なるべくサバが温かい状態の方が身をほぐしやすいです。それでは作っていきましょう。材料紹介です。まず塩焼きサバの材料です。1尾分2枚におろしてあります。小麦粉大さじ2、薄力粉をご用意ください。サラダ油大さじ 1.5、 そしてご飯と薬味の材料です。温かいご飯2膳分、大根おろし適量、3、4センチ幅にカットしています。大葉3枚、みょうが1つ、ポン酢適量、醤油でも代用可能です。黒七味少々、黒七味がない場合は七味でも代用可能です。また辛いのが苦手な方は白いりごまでも美味しく召し上がれます。勝手におすすめ。1つ目、今回大根おろしを作りますが、大根をおろすのがめんどくさい方はシンシンさんの大根おろしがおすすめです。パウチから絞るだけなので使いやすくてすごく便利です。2つ目、黒七味を使う。黒七味と七味の大きな違いは主に製造方法にあります。七味は乾燥させて粉末にした原料を混ぜて作りますが、黒七味はさらに原料をからいりし、十分水分が飛んでから粉末化、その後丁寧に揉み込みを行っているそうです。その結果、各成分が混ざり合い、全体的に黒色に近くなります。先ほど述べた通り、一部原材料をからいりしたり、メーカーによってはしそや青のりが入っていることで七味とは違い奥深い香ばしさがあるのが特徴的です。ぜひ試してみてください。
き上がりました。暑さで食欲がないこの時期にぴったりです。また大根おろしの水分でご飯が食べやすいです。サバに薬味やポン酢をかけて食べても美味しいですが、よりさらっと食べたいときはお茶漬けにして楽しんでみてください。この時期食材が傷みやすいので、なるべく早めにお召し上がりください。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価をいただけると大変嬉しいです。それでは失礼します。